おはようございます。たかしです。本日は6月12日水曜日、ただいま8時17分。それでは、ポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も陽線、一応陽線というところですね。かなりローソク足は小さくなっているんですが、ここのところ3日連続で陽線となっております。本日も上昇できるのかどうかっていうところですね。ストキャスティクスは今高値圏にありますので、もうちょっと上昇余地があるのかなと思いますので、まずはこの直近の高値 200.5 ぐらいまでは上昇していくのかなと。ここを上抜けてくるかどうかですよね。今冷やしではダブルトップが意識されるところになってきてますので、そろそろ上値が重くなってくると考えられますし、昨日もそういう動きしてましたよね。強めに上昇したり強めに下落したりっていうのを繰り返して、冷やしとしては陽線なんですが、中を見ると結構分かりにくい動きをしておりますので、現在は冷やしの高値圏でダブルトップが意識される、その右の山が意識されるところにあるんだっていうところはお忘れのないようにお願いします。では4時間足です。4時間足には黄色のボックスを描いておりました。意識されているのがそのボックスの下限、上限、そしてこのセンターラインですね。黄色の点線。そこがすごく意識されているのがわかります。一昨日はこのセンターラインで上値を抑えられ、そしてそこから上抜け、そして昨日はそのセンターラインに押しをつけてからの再上昇になっております。ただし、もう現在地っていうのは結構この上限に近いところにありますよね。200円台には乗せてきたんですが、200.5 というところが近づくと、やはり上値は重くなる。そして冷やしてのダブルトップっていう話をしましたよね。ですので、そのあたりが意識されてきますので、そろそろ上値は重くなってくるのかなと。もちろん上抜けた時はそこについていけばいいと思いますし、上抜けた場合は202円とか203円とか、そのあたりを目指して上昇していくと考えておりますので、そこまでの上昇の流れについていきたいんですが、まずはここ 200.5 付近を上抜けられるのかどうかに注目です。冷やしのストキャスティクスはもう少し上昇余地があったんですが、4時間足も高値圏に張り付いてますよね。ということはここからはいつ大きめの調整下落を起こしてもおかしくないということですので、そこはご注意ください。トレードとしては単純ですね。この黄色のボックスの上限からの下落、そしてセンターライン付近からの上昇、もしくは下限付近まで下がってくれば、その下限付近からの上昇というところで、いつも言ってますが、トレーディングビューにアラート機能がありますので、この辺にアラートを仕掛けておく。上限、センターライン、下限にアラートを仕掛けておいて、そのアラートの通知が来れば、そこでエントリーを考えるっていう、そういうことをしておくと、分かりにくいところでトレードしなくて済みますし、ずっとチャートに貼り付かなくてもいいので、そういうような使い方をしていくと便利です。トレーディングビューアラート機能があるんですが、トレーディングビューまだ登録されていない方は無料登録で使えますので、よければ概要欄に URL 貼っておきますので、そちらから無料登録をしてみてください。では、1時間足です。1時間足も分かりやすい動きをしてますね。昨日、一昨日ですね、センターラインを上抜けて、昨日そこに押しをつけて、朝から上昇。そして再び押しをつけに来て、そこから再上昇というところですね。基本的には GMMA の青帯上向きですし、昨日このセンターライン付近っていうのは GMMA の青帯付近でもありますので、そこからの上昇になってます。ただし、今のところ昨日の高値まだ超えられていないんですよね。次の2回目の上昇で、昨日の夕方につけた高値を超えられておりませんので、ちょっと本日は迷う相場になってくるかもというところですね。昨日の高値、昨日の安値の間でのレンジになってくるかもしれませんので、ここのレンジを上抜ければこの黄色のゾーンぐらいまで。ただ、レンジ上抜けて黄色のゾーンって値幅がほとんどありませんので、そう考えると本日は上昇したところからの次下落の流れをイメージしておいてもいいかもしれませんね。現在地付近から押し目買いをしたとしてもあまりも上昇幅がありませんので、もちろんここ上抜けてくる可能性は十分あるんですが、基本的には今この黄色のボックスの中で動いているという前提で考えていくのがいいので、上抜けた場合は上抜けてから考えるっていう風に思っておいて、まずは今は高値圏ボックスの上限付近にありますので、次は下落を狙っていくような動きを見ておくと面白いかもしれません。昨日もそうですが、上がったり下がったりと方向感のない動きをしているんですね。その中で高値更新はしてきているんですけれども、上昇したと思ったら大きく下落して、また再び上昇する、大きく
上昇するっていうような方向感のない動きをしてますので、本日も分かりにくい動きにはご注意ください。トレードは慎重に、先ほど言ったラインにアラートを仕掛けて、そこまでしっかり引きつけることが大切です。ではドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。こちらも昨日陽線なんですが、かなり小さいんですよね。現在この高値圏158円というところが意識されてきておりますので、やっぱりかなり上値は重いんですね。こちらも基本的には上昇トレンドなんですけれども、やっぱりかなりの高値圏に来ておりますので、売り圧力も比較的強くなっている。それからストキャスティクスも高値圏に入っておりますので、この直近高値158円付近での下落は考えておいた方がいいかもしれません。その場合はこの白いトレンドラインぐらいまでの下落をイメージしますので、155円とか156円とか、その辺付近までの下落は可能性として考えておいたらいいと思います。ただもちろん158円上抜けてくると次は160円付近まで上昇していくと思いますので、今はそれがどちらになるのかっていうところを見ておきたいですね。昨日ドル円も結構強めに上昇したり強めに下落したり、買い足では難しい動きをしておりますので、ポンド円と同じようにしっかり引きつけることが大切です。では4時間足です。4時間足は小さく上昇トレンドを描いております。大きく見ると方向感がないんですね。上がったり下がったりっていうのを大きくこういう風に大きく上がって大きく下げて、また大きく上がって大きく下げてっていう、この上下の幅が結構広いですよね。なので今回も今上昇してますが、次下落してくると、このトレンドライン付近まで、先ほど日足で言った白いトレンドライン付近まで下落してくる可能性があるので、そう考えるとやはり今は上昇中ですが、これが下落に転じた場合、155円台とか156円付近まで下落する可能性は十分ありますので、その辺の動きは考慮しておく必要があります。ただ直近で言うと GMMA の青帯も上抜けてきてますので、本日は GMMA の青帯に押しをつけてからの上昇、もしくは昨日もじりじりと上昇してますので、このじり高っていうのが本日も継続する可能性を考えておきたいんですが、直近高値がもう近づいてきてますよね。158円というところも近づいてきておりますので、そこの動きには注意ですね。上がったら売られやすい。昨日も上がったり下がったりという方向感のない動きをしてますので、基本的には今じり高ですので、この上昇についていけばいいんですが、上がったところは売られやすい、下がったところは買われやすいので、引きつけてトレードしていくようにしてください。では1時間足です。こちらも昨日が高値を2回つけてますよね。ダブルトップでの下落。でも安値を割れずにっていうところですので、基本的な考え方としては、昨日の高値、昨日の安値、ここを意識しておく。このレンジを抜ければそこからの上昇、下落についていくっていう感じですね。ただ下落しても上昇してもすぐに水平線があるので、そこで反発してくるっていうことも考えられますので、基本はしっかりと上がったところから売っていく、そして下がったところから買っていくっていう考え方をしておくといいと思います。上昇してきた場合はすぐに抵抗ラインが何本もありますので、まずここを上抜けてくるかどうかに注目ですね。そして最終的には158円を抜けられるかどうかっていうところですので、じりじりと上昇はしてますけれども、やはり昨日の動きを見ていても上がったり下がったりという方向感が出にくくなってますので、トレードが難しくなってきているので、無理してトレードをするようなそういう相場ではないと思いますので、分かりにくい相場では積極的に様子見をしていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。